皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。このチャンネルではウクライナの戦況プラス周辺国の政治ニュースについても合わせてお伝えしています。地上波のニュース報道においてはウクライナ情勢関連のニュースは非常に扱いが小さくなっており、大きな出来事しか取り上げてはくれません。ぜひともこのチャンネルで総合的な情報を手に入れてください。それでは早速、ウクライナ情勢の関連ニュースを解説していきます。解説で使用する地図は戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分はロシア軍が占領しているウクライナ領、水色の部分がウクライナ軍が制圧しているロシア領です。地図に必要な文字や記号などをそれぞれ追加しています。まず全体の戦況なのですが、ロシア領に入っているウクライナ軍は現在もなおある程度の領域を制圧しており、これに対するロシア軍の反撃が発生しています。ウクライナ領東部戦線、引き続きロシア軍の攻勢が行われており、広い範囲、東部地域全体における攻防は激しく続いています。一方南部戦線はほとんど変化がありません。主だった戦域についての解説。ロシア領クルスク州における戦い。先日始まったロシア軍の反撃。現在もなお両軍の攻防が続いています。ただ、集められたロシア軍の部隊は、それぞれ方々からかき集められたこともあり、全体として協調的な攻撃はできていないようです。ポレネボから東、星印をつけた地点があります。おおよその位置ではありますが、この辺りでロシア軍の突出した部隊がウクライナ軍の包囲下にあると報告が上がっています。これがまさにロシア軍の連携がうまく取れていなかったという話の具体例です。本来であれば味方との連携を取りつつ行動しなければ、攻める時も守る時も移動する時も孤立した部隊が真っ先に餌食になってしまいます。一方クルスク州における戦いでは、スジャの町にウクライナ軍が現地司令部を置いており、この西側からのロシア軍の反撃によって大きく制圧地域を削られています。ただ、この反撃に伴って陣容が薄くなったところをウクライナ軍が越境攻撃を仕掛けています。越境攻撃に関しては2カ所からの攻撃だとされています。戦争研究所の発表している地図では、1カ所についてはそれなりの地域を制圧しており、水色の色塗りがされています。もう1カ所の越境攻撃については、現在その戦果を評価中で、この地図には反映されていません。戦争研究所は基本的に慎重に情報を精査しており、第一報が入った後すぐに地図に反映されるわけではありません。なお、この越境攻撃に関しては2カ所行ったという話をしましたが、同時にロシア軍はこの2カ所の越境攻撃それぞれを全て撃退したと発表しています。この主張に対してウクライナ側は越境攻撃を行った部隊がどのようにして近隣の集落に到達したか、その映像などを公開しています。もちろん映像で公開されていない部分、例えば映像収録後にロシア軍による攻撃があったかもしれませんし、現時点における状況は当然のようにわかりません。ただ、継続的にロシア領内における活動をウクライナ側が情報公開し続けることによって真偽の判定はされることでしょう。そしてこのクルスク州における戦いの一つの特徴として、ウクライナ軍が相当数の捕虜を獲得したと発表しています。その結果、ウクライナ、ロシアとの間における捕虜交換が頻繁に発生しています。2日連続でウクライナ人捕虜解放、ゼレンスキー大統領103人の帰還を報告。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアに拘束されていた103人の捕虜を帰還させることができたと報告した。ロシアによる非拘束者の解放は2日連続となる。なお、私は捕虜と表現しますが、軍人を捕らえただけではなく、ロシア側は民間人をも捕まえているため、この記事の中では非拘束者という表現も使われています。なお、2日連続と書いてあったので、その前日についての話。49名のウクライナ国民が解放された。解放された者の中には、アゾフスタリ防衛者やクリミア・タタール民間人が含まれる。そして今日の話。ゼレンスキー氏は、私たちの人々が帰還した。さらに103人の選手をロシアの拘束からウクライナへ戻すことができた。82名の下士官と軍曹、21名の将校だ。キーウ州、ドネツク州、マリウポリとアゾフスタリ、ルハンシク州、ザポリージャ州、ハルキウ州の防衛者であり、ウクライナ軍、国家警備隊、国境警備隊、警察の戦士たちだ。交換に携わっているチームに対して、ウクライナにとってこのような良いニュースにつき感謝していると書き込んだ。同日の捕虜交換は、アラブ首長国連邦の仲介によって行われたものだと伝えた。続いて東部戦線、最も激しい戦いが行われているポクロフシク戦役について、東部戦線全体での戦いは方々で行われており、
戦闘の規模大小はあるものの、全般的に言ってロシア軍の攻勢は継続的に切れ目なく行われているようです。現在ポクロウシクに対する直接的な攻撃はうまくいってはいません。しかし大きく突起状に伸びていたロシア軍の制圧地域、その側面部における守備戦力がウクライナ側に不足しており、星印をつけた部分に対する圧力が高まっています。この地域は十字砲火にさらされるような状況ですから、ウクライナ軍の統率された撤退が必要な状況だと言えるでしょう。この地図ではわかりませんが、この星印の部分ほとんどが集落のない田園地帯ですから、攻めるロシア軍としてもあまり重要視されてこなかったことで、最後にこの場所が残った感じです。ここからは周辺の情報に移っていきましょう。まずは先日行われたイギリス・アメリカの首脳会談について。イギリスは政権がコロコロ変わるので、ちょっと首相が今誰なのかを覚えるのがめんどくさいなと思うぐらいなのですが、現在はスターマ首相です。イギリスのウクライナ支援の方針そのものは、首相がコロコロ変わっても、その姿勢そのものは非常に堅持されています。ウクライナ支援を強力に行うというものです。一方において今回、イギリス・アメリカの首脳会談が行われたわけですが、残念ながら良い前進は見られませんでした。イギリスのスターマン首相は、ウクライナに供与している巡航ミサイルもしくはアメリカの供与しているエイタクムスミサイルなどの長射程兵器について使用制限を撤廃すべきだという考えを示しています。しかし今回の首脳会談ではバイデン大統領が現状維持を望んだことから話は進まなかったようなのです。なおこれに合わせてロシアのプーチン大統領は欧米から供与された兵器がロシア領に使用された場合について核兵器使用の可能性を示唆するなど圧力を高めていました。バイデン大統領はこうした脅しに屈した形となります。なお、供与兵器のロシア領への使用に関しては、フランスのマクロン大統領も前向きに考えているとされていますから、現在のところ反対しているのはアメリカのバイデン大統領ということになります。この問題に関しては、よりロシアの圧力を感じているヨーロッパ側の規制撤廃を求める声の方が強く、アメリカが弱腰だというのが目立っているように感じます。そして、ロシアによる圧力、最も感じている国々というのが、NATO には所属しているバルト三国です。日本の感覚からすると、NATO に加盟していれば、ロシア軍による脅威を感じつつも、最終的には大丈夫じゃないのと思いがちな話なわけですが、当のバルト三国はそうは考えてはいません。というのも、NATO 加盟国が直接的に攻撃を受けた場合においては、みんなでこれを助け、そして戦いましょうという理念を本当に実現できるかについては本当のところ不透明だからです。もしくは、たとえ援軍が来るというのがあったとしても、援軍が来る前に国が滅ぼされてしまうかもしれないというのがバルト三国の危機感としてあります。ロシアと直接国境を接しているこれらの国々は、それぞれどれも小さい国で、そして国土の広さもほとんどありません。ですから、国境を一気にロシア軍が突破してきた場合において、1日2日で全土を占領される危険性というのもあるのです。この場合、NATO が本格的な作戦行動を実施するには時間的猶予が全くありません。このような背景からバルト三国はウクライナ支援を非常に積極的に行っている国です。例えば、ウクライナに供与されている長射程兵器の使用制限撤廃についても、これらの国々は制限を撤廃し、よりウクライナの自由に行動させるべきだと表明しています。たとえ国は小さくともウクライナへの軍事支援はできるだけしようというのがバルト三国の行動です。例えばラトビアはかつてイギリスで購入された戦闘偵察装甲車両をウクライナに供給する予定であると発表しました。こちらがウクライナへ供与すると発表した車両。見ての通りそれほど大きな戦闘車両ではありません。いわゆる戦車のような最前線に出て相手方の戦車と直接戦うようなことを想定している車両ではありません。しかし、現在のウクライナの戦場においては、戦車対戦車の戦いは非常にレアケースで、しかも防衛戦を主にしているウクライナにとっては、小回りの利く戦闘車両は多ければ多い方がいいというような状態ですから、こういった車両類についてもウクライナは歓迎することでしょう。ラトビアは少なくとも2026年まで GDP 比 0.25% 相当の軍事支援をウクライナに提供
供すると報告していた。ラトビアはこれまでにオーストリアから購入したヘリコプターや自走榴弾砲など多種多様な武器や装備をウクライナに移送している。2014年にイギリスと締結された契約では合計123両の装甲車両をラトビアに供給することが規定されており、そのうち116両は近代化され、7両は整備士の訓練のためにオーバーホールされていなかった。作戦上の安全を確保するため、ラトビア国防省はウクライナに移送される装甲車両の具体的な数を明らかにしなかった。ウクライナに対する軍事支援はアメリカが飛び抜けて多いものです。それは費用面でもそうですし、物量にしてもそうです。しかし、危機感という面では、ロシアと接している国々の方がより高いのは明らかでしょう。今回はバルト三国の動きを合わせてお伝えしましたが、ウクライナの隣国、ポーランドなども同様に、ウクライナ支援に積極的な国です。しかし、距離的に離れていれば離れているほど、自分たちには直接関係ないという思いがどうしても働きやすいものです。そして忘れてはならないのが、このような考え方というのは別にアメリカだからというわけでもないですし、ヨーロッパだからというわけでもありません。ほとんどどこの国においてもきっとそうなることでしょう。そしてそのことは同時に日本においても同じように起こるのです。日本がどこかの国に攻撃を仕掛けられたとしても、ああ、極東の国の出来事かというふうな表現をされて、ヨーロッパ側から見えるでしょうし、アメリカ側から見ても、日米同盟があるからこそ政府間における関係としては日本を重視しなければならないとなるわけですが、アメリカ国民の考え方としては海の向こうの出来事かというふうに思われることでしょう。それは当然のようにアフリカ大陸や中東、南米大陸などそのほとんどの地域においても同様に遠い国の出来事として考えられる可能性が非常に高いということは無視してはいけません。戦争が起こっている現実から読み取る出来事というのは非常に多くあるように私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、これからもウクライナ情勢に関する情報を更新していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。